もうすぐ8月。未だ雨降らず。この先も予報では降ることがないようだ。夏になって鶏たちも暑さに参っているようだ。最近は1日おきに1個しか卵を産んでくれない。範囲はどっからどこなのか。このネットは残したまんま。ここは残してていいかなとちょっと思ったけど。それでこの小屋沿いにずっとここ歩く道でしょ。ここが歩く道。だから、卵を取りに行くたんびに開けるのめんどくさいから。そこをカットすんの。あ、じゃあ、そこ。あそこが端っこで、こっから始めるってこと。で、こういう風に。今の鶏たちの柵は日陰が少なくて以前からかわいそうだと思っていました。鳥たちは小屋の下に穴を掘ってそこで涼んでいます。とても窮屈そう。木陰でのんびり過ごせるように遊び場を拡張します。ちょっと見て。こっちをした方がいいよね。うん。すっごいトゲトゲが。ここがね、落ちてるの。だからそこからこっち。ここじゃまっすぐ行って、こっから上がる感じ。だからね、そこちょっと削らないとダメかもね。どう？いいじゃん。で、ここまで来て、もう、来てるから、こういう感じ？ここでいいんじゃない？こう。うん。あなたの足元に兜がいる。この子たちを飼うまでは、鶏のこと何も知りませんでした。毎日世話をしていると、いろいろわかることがある。卵が欲しいんだから、メスだけでいいと思ったんだけど、
それは間違いでした。ここに例えばね、一本立てて、この手前と奥にね、長いのを、それで切るの。で、ここは、ここれを斜めにして、う。こうじゃん？感じ？うん。ここを無理やり止めて。うん。まあなんかちょっと、木かなんか置いてもいいし。まあ可能性としてはここから飛び出す？あとは平らなところはさ、ポールをまた使って、うまくパッカーで重しをつけたらいいと思うんだよね。やっぱりそれぞれに役目があって、オスはしっかりメスを守るんです。メスが餌を食べているときは、周りを見張って警戒していて、オスが小屋へ入るみたいな声を出すと、メスはすぐに小屋へ避難するんです。びっくりしたのは、オスは虫を発見すると、自分では食べずに、メスを呼んで食べさせたりする。なかなかかっこいいんです。頑張っていっといで。楽しんどいて。だから水、なんだ、霧吹きじゃん。シャワー、だってこれできないの？まあスプレーをわーって最初ちょこっと脚立に乗って、ジャーってスプレーして、それで重曹水を。少し休憩した後は、台風で塩がついてくすんでいる窓の掃除。手の届くところはたまに掃除してたけど、手が届かない窓は取り付け以来初めて。二人ともあまり掃除は好きな方ではないので、見て見ぬふり。もう外終わり？終わったよ。なんかまだ全然汚い。嘘？ほんと。もうちょっと。やっぱり綺麗な窓は気持ちがいい。もっとまめに掃除します。作業後はいつも海に。波があるときはサーフボード。ないときはシュノーケルを持って出かける。体を冷やして一日の疲れを取ります。
been smoking much more lately. You've been out wasting your breath, and the tension's pulling us so hard. We don't wanna share the bed, so we roll over. Every night we almost say, but the moments don't feel. 海から帰って夕食の準備。エアコンのない我が家の一番涼しい場所は、先日完成した外のポーチ。この時間になると涼しくて過ごしやすくなる。今日は食欲が落ちてきている我が家の夏のメニュー。牛丼です。都会に住んでるといつでも食べられるけど、ついでいいね。この島には牛丼屋さん一つもありません。でも牛丼作るの簡単だし、すごく食欲が出ます。あ、俺箸触っちゃったら紅しょうがあ、入れちゃうか。たっぷり。うん。もっと？はい、オッケー。もっと。いや、でもやっと鶏の囲いの延長ができたからほっとした。いや、疲れたね、今日も。腕がやばい。夕食の後はお待ちかね、猫の散歩。特にジュジュは待ちきれずに何度も呼びに来ることがある。夏は暑いからこの時間、日が暮れてから。道路はめったに車が通らないからゆっくり散歩ができます。今日は近所の原っぱまで。そこで草を食べるのが日課。みんなでのんびり過ごす。
寝る準備。外が涼しいから、蚊帳をつってここで。ここだと汗をかかずにぐっすり眠れます。それから自然の音が心地いいのか、外なのに不思議と安心感がある。我が家の一日はこんな感じで終わり。もうすぐ稲刈り。これでようやく水の出し入れは最後です。今日水を抜いて土が乾いたら、1週間後から稲を刈り始められる。自然栽培だから、実のつきは少し少なめだけど、ここまでよく育ってくれた。あと一頑張り。収穫後、食べるのが楽しみです。収穫後に必要な道具は持っていません。必要なのは脱穀機とクズとモミを選別するための遠見。いろんな人に声をかけていたら、なんと春光丸のキャプテンの納屋にありました。あ、1個取れてる。2枚取れてる。壊れているけど直せば十分使える。最悪ボンド。ボンドいいね。まあそんなに深くかかんないか。ボンドで止めて、クランプであとは脱穀機。どこかの納屋にきっと眠っているはず。